はい、皆さんこんにちは。前回こういうのを作りました。これ何かというと、ペール缶の縁にこれをセットします。そしてもう一つのペール缶を逆さまにしてこうします。そうするとペール缶に加工しなくても2つのペール缶がこういうふうに重ねることできるんですよね。でこれを3つ4つ作ることでペール缶がね縦にこういうふうに並んでセットできる。そうすると煙突部分が長くなってとても薪がよく燃えるというね、そういったロケットストーブを簡単に作るためのジグです。試作でねこれ針金を折り曲げて作ったんですけれども結構作りにくいです。で何よりも見た目がかっこ悪いです。なので今日はこれです。ダイソーで買ってきたステー、これを使ってこれと同じような役目をするものを作りたいと思います。それでは行ってみましょう。でこれね長さが30センチのステーなんですけれども、ちょうどこのセンターですね、12345612345ということでここがセンターになります。ここでカットします。ペール缶のこの縁の部分、この寸法なんですけれども約7ミリぐらいですね。これアルミフレームなんかに使う四角いナットなんですけれどもこれの厚みがですね、約6ミリということで、今手持ちのナットの中でこれが一番大きいんですね。なのでこれを使いたいと思います。このナットどういうふうに使うのかというと、先ほどカットしたこのステーですよね、これの間に挟みます。この2枚のステーの間にこのナットを挟み込みます。ここの中心の2個ありますよね。ここにナットを置きます。そしてその上にステーを重ねます。ここをボルトとナットで固定します。はい、これで出来上がりです。これと同じものをどんどん作っていきます。はい、
同じものが4本出来上がりました。横から見るとこんな感じです。で、これの使い方なんですけれども、向きはどちらでも構いません。こうでもこうでも構いません。この部分ね、大きく面取りをするとこういう風になるんですけれども、もうめんどくさかったのでバリだけ取って怪我をしないようにしました。なので今回はこういった向きで使いたいと思いますけれども、このステイをつけたからといって焚き火台になるわけではありません。空気の取り入れ口が必要なので、まずはここの下に空気の取り入れ口、そしてもう一つの煙突になる方のペール管にも加工したいと思います。底面の空気穴は 50mm のホルソーで開けたいと思います。はい、ペール管2つとも加工が終わりました。下になるペール管には空気穴を開けました。そして上の煙突になるペール管にはこうですね、ここに穴開けました。はい、加工はたったこれだけです。これをこういうふうに重ねて使うわけですけれども、その時に何もしないとストーンとすぐに落ちてしまうので、今日作ったこのステイですね、これの出番となるわけです。今日ね、これ4個作りましたので4箇所差し込んで使いたいんですけれども、当然ここの隙間とここの縁の太さが合っていません。このまま使おうとしても入らないんですね。入らないので、こういったペンチまたはポンププライヤー、こういったものを使ってここの縁を軽く潰します。ここの縁だけではなくて、その一段下この部分、ここにも出っ張りがあるので、この2箇所を軽く潰していきます。なんかいまいち届かないな。なんかね、こんなボロボロのしかなかったんですけど、なんとかね、これで潰すことができました。こういうふうに加工すると、はい、簡単に入ります。ちょっとこれでね、4箇所やってみたいと思います。なんとかね、完成しましたよ。前回よりはちょっと見た目がいいのかなと思います。で、前回と違うのは、ここ、隙間がね、結構広いんです。で、これね、こんなにたくさんの隙間を開けたくはないんですけれども、ステイのね、2つのネジ穴を使ってボルトを留めてますので、仕方ないっちゃ仕方ないんですよね。
とりあえずこれでねちょっと火入れしてみたいと思います。
はい、先ほどね火が完全に消えました。今回はうまくいくだろうと思ったんですけれども、ちょっとねここの隙間広すぎたんですかね。今日ねよく乾いた薪を追加でどんどん入れたんですけれども、それに火がつき始めるとすごい勢いでね、炎が出始めました。その時に上のこの部分ね、なるべく鋭い炎を出したかったので、あえてこの開口部小さめに作ったんですね。そうするとここからね大きな炎が出るのかと思いきや、ここの隙間から、盛大に炎が出てしまいましたよね。空気がねここからたくさん入るので、よく燃えるという結果にはなるのかもしれないですけど、ロケットストーブとしてはちょっとね不良品になるのかなと思いました。ここの隙間がねもうちょっと狭いといい感じでね、これ全体が煙突として機能するんだと思うんですけど、ちょっとこれ広すぎるんでしょうね。残念な結果になってしまいました。それからこの部分ねペール管を潰して加工しないとこのステーが入らないっていうのもちょっと問題ありかなと思います。ここのね間にナット入れましたけれども、そのナットねもっとこう幅の広いものを使えば、ここペール管をね加工する必要もなかったと思いますので、その点もねちょっと反省点かなと思います。いずれにしてもこういうふうにねペール管をつなぎ合わせることで煙突が長くなってねロケットストーブとしての機能をきちんと果たすようになると思いますので、引き続きねこのステーについてはちょっとね改良を重ねていきたいと思います。はい、ということで今回はですねステーを作ってみたけれども結果がいまいちでしたという動画でした。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。